Напомни фонтить по-русски на всю уставление.皆さんこんにちは。あやこキッチンにようこそ。本日は日本食のど定番ともいえる照り焼きチキンを使ってまずから作るチキン照り焼きバーガーを作っていきたいと思います。はい、ではこちら手鍋に牛乳とお水すでに入っています。こちらをまず40度ぐらいに温めます。こちら生イースト、この中に分量のうちのお砂糖を少しだけ入れます。そしてこの中に40度ぐらいに温めた牛乳とお水を入れます。水分の中できちんと生イーストとお砂糖を溶かします。イーストとお砂糖が溶けたらこちらのイースト液を10分間放置して予備発酵させます。10分経ちましたんでこれから生地をこねていくんですけれども、こちら卵ですね。本日使うのは 30g だけなので卵をまず溶きます。そしてこちらの卵 30g をこの中に測ってしまいましょう。この余った卵はバンズを焼く前に仕上げの塗り卵に使いますので、こちらは乾かないようにして取っておいてください。こちら強力粉と薄力粉がもうすでにボウルの中に入っています。その中に塩、砂糖、こちらのイースト液を入れていきます。そしたらまず全体を混ぜていきます。水分と小麦粉が馴染んだらこちらのバターも入れます。はい、では手で混ぜていきます。生地がしっかり滑らかになるまでこねていきます。ヨーロッパの人にとっては生イーストは普段使い慣れてるものだと思うんです。日本で生イーストってあんまりメジャーじゃないんですね。もうほとんどドライイーストが主流です。特にヨーロッパでパンを作ろうと思っている日本人の方、ヨーロッパのドライイーストと日本のドライイーストは違います。日本のレシピを持ち出してヨーロッパのドライイーストでパンを作ろうと思ってもうまくできないことはよくあります。ですのでこちらのレシピでは生イーストを使用するようにしてください。もし日本の方がこちらのレシピを作る場合は日本のドライイースト 3g を加えてください。イーストについて肉まんの作り方の動画でもう少し詳しく説明をしていますので、そちらよかったらご覧ください。はい、こちら生地がですねつるっていい感じに練り上がったんですけど、この生地の表面ポンって押してみて生地がプーって押し返してくるようだったら大丈夫です。では生地をボウルの中に入れて生地が乾かないようにラップまたは濡れ布巾をかけて生地が2倍サイズになるまでこのまま一次発酵させます。こちら一次発酵が終わりました。そしたらこの生地をまず取り出します。ここでガス抜きをしてあげますね。そしたらこの生地を4等分していきます。だいたい1生地が 130g から 135g の間ぐらいです。そしたらこれ丸めます。生地がこのように丸め終わったら固く絞った濡れ布巾かこういう風に乾かないようにケースをかぶせて10分ベンチタイムです。こちら10分経ちました。そしたらもう一度こちらを成形し直します。生地の中にあるガスを抜くようにしてもう一度丸め直します。この天板に置いた生地を平らに押しつぶすようにします。だいたいこんな感じですね。そしたら生地が乾かないように表面にお水をつけて生地がだいたい 1.5 倍ぐらいのサイズになるまで二次発酵させます。生地が乾かないように何かかぶせておいてください。はい、二次発酵が終わりましたんでこのパンの表面に先ほどの余った卵を塗っていきます。表面にごまを振りかけます。約20分調整します。バンズが焼けました。はい、こちらが照り焼きソースの材料です。お醤油を手鍋に入れてこちらをまず沸騰させます。こちら温めた醤油の中にブラウンシュガー、はい、あとこちら蜂蜜です。
蜂蜜とお砂糖が醤油の中で溶けるまでよく混ぜます。はい、全体がよく合わさったらこれで照り焼きソースの出来上がりです。本日は照り焼きソースに醤油、ブラウンシュガー、蜂蜜を使っていくんですけれども、日本での基本的な照り焼きソースの材料は醤油、みりん、酒、砂糖、これが基本的な材料ではあります。ですがポーランドでは日本酒やみりんがちょっと手に入りにくいですね。あとはこちら2つとも酒税かかって高価です。までまでみりんってなんだって思った人もいると思うんですよね。みりんというのは日本の調味料の一つで、もち米を主原料とした糖分 4,50% とアルコール分 14% 程度を含んだ調味料ですけど、こちら酒類になるんですね。みりんは料理にツヤと旨味とコクを出してくれるんです。あとはもう一つ、こちらのみりん風調味料というものがあります。みりん風であってみりんではないんですね。こちらも主原料は米なんですけども、そこにブドウ糖や水飴、旨味成分や香料を添加したみりんの風味がする調味料のことです。こちらはアルコール分が 1% 未満のもので、これはお酒として分類されないのでもちろん安価なんですけど、ポーランドにあるみりん風調味料、輸入のコストがかかっているおかげでそんなに安いとは思ったことはありません。おそらくポーランド人でみりんを買おうとしている方はインターネットとかで買うことが多いと思うんですよね。インターネットでみりんと書いたら出てきたけど、なんか値段が全然違うのがあるなと思ったら、高いものが本みりんと同じ量だけど値段の半分ぐらいだったら、こちらのみりん風調味料のことだと思ってもらえば大丈夫だと思います。結構日本人でも酒やみりん使わないでお惣類と醤油だけで照り焼きを作ることはよくあるんです。そしてそれでも十分美味しく食べられます。ですので今回私は玉ねぎの旨味や甘み、風味をプラスして美味しく仕上げています。他にはいやいや私はもう本当に本格的な材料でやりたいんだっていう人もいるかもしれません。その場合は醤油にみりんに酒に砂糖1の割合でソースを作ってください。あとはこのようにポーランドでは照り焼きソースが売られています。そんなに安くはないですけど、買ってしまえば手間かかりませんしね。ですが私はあんまりこちらを買うメリットは感じないんですね。というのは使用されている材料がメーカーにもよるんですけど、保存料などが結構添加されているんです。どの材料を使うかはご視聴くださっている皆さんの判断にお任せします。はい、じゃあまず玉ねぎ切っていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいです。はい、では続いてこちらは鶏のもも肉です。これは骨がついてないタイプの鶏もも肉です。ちょっと余計な筋は取りましょう。ポーランドの鶏肉は骨抜きのやつは皮がだいたいついてないですね。こういう血管あったらこれも取ってくださいね。はい、ではチキンに塩コショウしていきます。はい、ではフライパンに油を敷きます。フライパンしっかり温まったらこちらのお肉入れます。このフライパンの余白で玉ねぎ適量炒めていきます。お肉片面こんがり焼けたらひっくり返します。で、玉ねぎ焦げそうだったらお肉の上乗っけちゃいましょう。お肉がおおむね焼けてきたら照り焼きソース加えます。ここでちょっと少しだけ火を弱めましょう。鶏肉にしっかり火が通ったらお肉1回焼き上げます。このソースを玉ねぎと一緒に煮詰めてあげます。水分が飛んで玉ねぎがちょっとねっとりしてきたら OK です。本日もご視聴くださりどうもありがとうございます。照り焼きチキンバーガーじゃなくてもご飯との相性バッチリですので、手軽に照り焼きチキン作ってみてください。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。